ます。いいですよ。野菜の酵素を生かしてるタレっていうのはやっぱりね、肉とすごく相性がいい。店の内装とかもうむちゃくちゃやし、神戸で一番ボロボロのちっちゃい店結構いるのに、あれ飲食店少なくねっていうところを探す。だからここを選んだんよ。山田、今そう、今言って。電柱と変化してまた頑張って。先に鶏を焼くでみたいなことですか？そう、鶏ね、焼き時間かかるから。はい。復活並だ。今日もちょっとだけね。パパとしたらさ、てねーって。
だまあ牛タンが好きな人がいるんでね。牛タンいいですよね。はい。ただ高いからね。高いからなんかもう申し訳ないな。あ、はい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 。宅配ボックスというか、ウーバーイーツ。ウーバーユースさんの。ここあったかいでしょ。はい。あ、本当まあそうやね。だ。これ、こたつ。あ汚い。さっきも床あったかかったですよね。よかったかった。向こうね。うんそう。あれもこたつみたいなのがありますか？そうそうそう。ウーバーさんね。ウーバーさん。受け渡し口。夏、ちゃんと、ね、自分ら飲食店内から水分補給してもらって、で、椅子あっちにあるけど、そう、ね、待たせるんやったらちゃんとかける場所作ったら、まあそれはもう、作るにもよるけど、だからそのウーバー、まあ飲食店オーナーとして他の飲食店さんに言いたいのは、ウーバーイーツさん取引先に対して丁寧な対応をしてほしいというのは思ってます。特に飲食店ができることってこのね、お水とかおトイレとか、そういうのはそのウーバーさんが配達の中でどうしてもゲットしにくいところやから、そう特に集中して急いでってやったら水分補給を忘れる人も多いし、そこは気をつけてあげてほしいなと思ってます。今ね、これ大事だよ。上のコンセント、上のコンセント？今こういうタブレット端末もいろいろあるでしょ。はい。上の方にいっぱいこうやってコンセントを作るっていうのは結構大事やと。そんな考えないからみんなこうタコ足配線でこう引っ張ってますよね、下からわざわざこう持ち上げてね。意外と下のコンセントより上のコンセントの方が重要かもしれない。ウェブカメラもここで最後音声も入って事務所と連絡ができるみたいな。こっちは事務所で、こっちはウェブカメラやから携帯から外から、そうなんか食券機にしても、例えば普通やったらそのカルビ丼並みって左上にあって、大盛り特盛りっていうふうにあるわけや、でもそれやとみんなカルビ丼屋さんって書いてあって、で食券見てカルビ丼並みが左上にあったらもうカルビ丼並みをして終わっちゃうでしょ。でいろいろ配置を変えてみて、カルビ丼を真ん中に持ってきてちょっと分かりやすく色を変えて、で緑色にしたかな、最初背景を、変な色にしてねでこの辺にキムチとか温泉卵とか、肉増量とかっていうのを上の方になんですか？そうで、うちのシグネチャーメニューである復活丼っていうのをその下に持ってきて、そうすると復活丼の方が、もちろんカルビ丼が一番よく出るけど、復活丼がよく出るようになってトッピングも増えるわけよ。だからそういうのも一つのデザインでしょ。僕の中のデザインってそのかっこいいとか可愛いとかそういうものよりもやっぱり機能。床滑りそう。流行ってる。
スープはおお、燃えとるで。お願いします。ちなみに奥様に。スタッフの方が朝早く来て仕込むっていう作業はそんなにないよ。そう、10時半出勤で11時半オープン。も基本的には店の掃除う、と掃除と米炊いてみ設て置。そう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 。ねでもカルビ丼って多分 95% ぐらいは米と肉とキャベツで、本当味の決め手となるタレの部分っていうのはああ、そうですね。そう、5% ぐらいに過ぎないわけよ。ああ、 5% もないかもしれない。要は、じゃあその部分、味の要となる部分だけは、僕が、実際は2週間に1回作ってて、今は1週間に1回やけど、もう当時は2週間に1回のタレの仕込みっていうので回してて、裏にね、そのタレを作る場所があるから、はいそれを酢につけて、はい。で、殺菌する。で、殺菌したやつと、フルーツもそうやけど、フルーツも酢につけるんやけど、あ、すごいいい匂いしますね、これ。ん開けた瞬間、ふわっときますね。それであれば、言ったら、そこさえ僕が守っておけば、ちゃんとその味が統一されたものが、お客さんに誰が作っても届くと。で、海外で本当いろんなソースを食べてきて、で、やっぱり生酵素を、そのフルーツと野菜の酵素を活かしてるタレっていうのは、やっぱりね、肉とすごく相性がいいんよ。そんな味に出せるんですそうそうそう。ありがとうございます。またお願いします。
デザイン事務所と飲食店っていうところの話を最後聞ければと思ってるんですけど、もともと料理人だったんですかね。そう、もともと料理人、最初に入った会社が、まあ、たまたまレストラン事業部みたいな。で、そっから実は調理師学校行って、あ、そっからなんですそう、その後に辻学園っていう大阪にある調理師学校有名ですね。そう。で、そこに行って、で、現場ではフランス料理を。そこからしばらくいろいろビバレッジ勉強したり、カフェ勉強したり。で、そっから、長なるから切ってね、途中で。そのオーストラリアにから帰ってきてから、はい。どっかの会社で働くんじゃなくて、その、今まではその技術とか、もちろん、まあ、給料とか、そういうものをベースに仕事っていうのを考えてたけども、僕はもう時間を稼ぐっていう。だからお金持ちって多分ね、いっぱいいるんやけど、本当に時間を持ってる人っていうのはすごく少なくて、はい。ある程度のお金としっかりとした時間を自分が持つことが多分自分にとっての幸せに直結するんじゃないかなっていう考え方になっちゃったわけよ。飲食ってね、一番大変なのはスタッフの人件費やと思うから、人件費を考えたら多分損益150万ぐらいかな、売り上げが。はい、使っていいですか？いやいや、多分だって儲かる飲食っていうタイトルでね、その YouTube 見るのに、まあ、こういう話がなかったらね、あんまでもないですよ。ないか、あ、そうかそうか。でもそういうのはまあ嬉しいですけど。いや僕は結構このスタイルおすすめなんよ。この YouTube 見てくれてる人の中で、そのなんか飲食店やりたい人いっぱいいると思います。そうっていう人は一度この焼肉丼を検討してみたらいいんじゃないかなと、ほんまに。もうなぜかというと、僕が当時、まあ、20代30の時かなに言ったらお金が大してなかった、うちの店は今は無理やけどね今は無理やけど300万で店を作ってるわけよ。すごい、安いですね。まあお店居抜きまあなんか和食料理屋さんの居抜きみたいなところで、だからこの部位の前後分からんけど、まあさっき見ていただいたようにお店、ありがとうございます。編集点をそう、店の内装とかもうむちゃくちゃやし、多分神戸で一番ボロボロのちっちゃい店って言っても過言ではないぐらい大した店じゃない。オーナーさんに逆にそういうふうに言ってもらえる。いやそうね、実際なぜかって僕だって綺麗にしたいけど、でもやっぱり300万で開業しようと思ったら、当然仕入れもいるし、向こう 2,3 ヶ月の、まあ当時は僕ともう一人の社員で、彼の給料30万円、ね、そうね、で彼の給料30万、3ヶ月分90万ぐらい置いとかなあかん。あと仕入れ、そうってなると店舗を作るのに使えるお金って150万ぐらいなんや。いや無理ですね。そうで、それで店を作ったからこんなボロボロっていうのは理解しといてくださいね。そうだって敷金礼金だけで飛んでっちゃうお金ですよ。まあでもね、家賃7万5千円のそう安い、それも言っていいんですか？いいのよ。でもこれはすごく大事で、僕がなぜこの土地に決めたか、この土地縁もゆかりも何もない。そうなんですね。僕の中で証券ポテンシャルと呼んでいるものがあって、まずこのエリアに住んでいる人、遊びに来ている人、
働いてる人、この3つのその層がどういうふうに散りばめられてるか、そして何人いるか、っていうのをざっくり調べる。でそのまずバランスね。例えば学生ばっかりとか、もう働いてる人ばっかりとかっていういわゆるビジネス街、であれば年間の3分の1人がいないってことになるでしょ。学生とかいないですよね。そうほんならそうじゃあ家賃を計算するときに、もちろん自分もお店の休みは作れるけど、でもそれも加味して家賃計算をしないといけないし、ね、だから家賃を単純に席数で割って計算して回転と席数だけで家賃を考えてると計算が狂ったり、特にビジネス街なんかもうランチタイムに集中して、じゃあ言うたら10席しかない店をランチタイムに集中されて10席は毎日満席になるけど他ガラガラとかだったら意味がないし、そうだから結構これって大事で、分布、遊びに来てる人、住んでる人、働いてる人、その中で住んでる人、働いてる人がほとんどのエリアだよね。ここのバランスは結構良かった。人口に対して低目的性の飲食店が何軒あるかっていうところを見ると、大体1店舗あたり何人の要はポテンシャルがあるかっていうのが計算できる。これを僕が心斎橋で計算したら、低目的性飲食1店舗に対して約 1.7 人やってる。はい、すごい計算ですね。そう。でも春日野道は17人。心斎橋の10倍1店舗あたりの人がいるってこと。そうでも何も考えずに心斎橋と春日野道どっちがいい場所やと思う？まあ心斎橋ですよね。ってなるでしょ。でも心斎橋確かに人は多い。でも店舗も多いわけよ。じゃあ本当にこれ回数とかね、いろんな条件があってすごいシンプルに今伝えてるけど、もし300万円で心斎橋で丼屋さんはまず出せない。出せないね。1000万か2000万積んでも大した店は出せない。競合店舗がたくさんいる。でそれを引き込むためにどれだけの広告費と人件費を使ってって考えたら難しすぎるでしょ。だったらもっと人が結構いるのにあれ飲食店少なくねっていうところを探す。これが証券ポテンシャルの高いエリアだからここを選んだよ。そしてここのうちの店ボロボロやけどちっちゃいけど見えにくいけどでも大通り沿い、山手幹線っていう大通り沿いで、そして駅から歩いて徒歩1分。近いですよね。そう、すぐ来れる。この3つの要素を掛け合わした最高の立地、がこの春日野道の駅前であるっていうこと。考えずに、なんとなく三宮やろとか、そうなんかここが良さそうやなっていう考えだけで店の家賃しか見てないとか。初期費用が安いとか、なんか大きな駅であるとか、そういうなんていうのかな、素人目線で、物件を探してると痛い目に遭うパターンが多いから、2024年の2月平均8万円ね、平均8万、そうで平均8万の230万、だから230万とか240万とかね、月の売り上げがそう売り上げがね、そう家賃7万5千円でってなると飲食の数字としてはかなりいいわけよ。300万の投資で初月は100万ぐらいだったかな。初月は100万ぐらいだったけど、そっから3ヶ月ぐらい150ぐらいまで初期投資300万回収するのに10ヶ月はかかってる。すごい。多分半年ぐらいで回収してるから、だからちっちゃいお金で、でも多分今の時代やろうと思ったらおそらく初期投資500ぐらいはいると思うよ。どんなにボロボロのとこ見つけるにしよう。でも1年回収なんか全然、もし自分が最初入って、最初は絶対自分が入った方がいいと思うから、で1年以内にはおそらく回収できるやろうから、で若い人でね、そのパワーあったらこれで展開するっていうのもありやろうし、ただ春日野道には来ないでね。そうそりゃそうです。そうね。何か飲食店をやろうと思うんであれば、それこそさっき言った証券ポテンシャル、それから初期投資、
回収計画ね、初期投資と回収計画と、あとはランニングコスト、はいはい、さっきのラーメン屋のガスじゃないけども、人件費も含めて、アイドルタイムワンオペで、それこそ、特にそれ以外のコストがかからないのであれば、それでやっていくのもありやし、なんかそういうのをきれいにバランスよく、当然広告的なものもその食券費の話じゃないけど、ね、そういうのを全部ひっくるめて、いわゆる世の中の人とか素人さんが持ってるイメージのいいものっていうのとはまた違う目線で、いいデータっていうのをしっかりと集めて、そのバランスを持って飲食店を作るっていうのが僕の中ではすごく大事かなと。で、そういう考え方に行き着いたのは僕が料理だけをやってたわけではないから。やっぱりデザイン事務所っていうところで、いろいろなデータと一緒に戦ってきて、分かったことよ。僕は多分デザイン事務所やらずにカルビ丼をやってたら、おそらく、そもそもカルビ丼になってないカレー屋でもやってるかもしれない。そしたら、もしかしたら店はうまいこといってなかった。